ブレンダーフェスをご覧の皆様、こんにちは。ナビゲーターの涌井玲です。こちらのセッションではですね、ブレンダージオメトリノードで世界をプロシージャル生成するということをテーマに、イラストレーター、背景 3D アーティストの平野次さんにご参加いただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ジオメトリノードを使った、背景 3D アートの自作プロシージャル生成ジェネレーターというのをですね、平野次さんは作られていまして、結構、ジオメトリノードって、難しいイメージもありますし、実際、難しい部分もあると思いますし、今回のセッションも僕も全部内容を見てるんですけれど、一番今回が、なんか理解は皆さん大変かもしれないなと、ちょっとなんとなく思っているのですが、逆に言うと、今回はその数学の話とかもちょっと出てきはするんですけれども、すべて理解しきれなくても、ジオメトリーノートってこういうことができるんだ、こんな可能性があるんだというのを感じていただけたらいいのかなと思っております。はい。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、私はちょっと先ほどご紹介いただいた平野寺というものなんですけど、ちょっとまず、実際どんなことをやってるのかっていうのを説明しなければ、ちょっと多分その後の説明につながっていかないと思うので、まずはちょっとジェネレーターの説明というのをやらせていただきたいと思います。で、ちょっとすみません。今、画面出しますね。はい。では、ちょっとご覧いただけますかね。じゃあ、まずはちょっと、建物で、私が、もともとイラストレーターをやっていたんですけども、ちょっと 3D に突然目覚めたという感じで、といっても、ちょっと私、建築系の経歴とかあったりするんで、本当にそういうの初めてってわけじゃないんですけど、そんな内容からちょっとご紹介していただきたいと思います。で、私がまずちょっとジェネレーター、最初に手をつけたジェネレーター、楽しい建物ジェネレーターという名前で販売もしてるんですけど、そのジェネレーターのご紹介からいきたいと思います。で、こちらなんですね。ちょっとこんな感じ、ちょっと今動画にしてあるんですけど、こんな感じで、私、まずちょっとヨーロッパ近代の建物っていうのが好きだったので、こういうのを自動で生成できるようにしたい。それがまずちょっと動機でしたね。で、なんですけど、これできるだけじゃちょっと芸がないなっていうことで、こういう感じで、日本建築みたいな、ちょっとエセなんですけど、そんな感じのものもできる、あるいは、こんな感じで、現代の建物っていうのを組める。そんな感じの、私にとってはすごい楽で、なんか背景を楽に作りたいってことでちょっと作ったジェネレーター。そんな感じになります。で、実際じゃあこれどういうジェネレーターかっていう話なんですけど、こんな感じですね。アセット、実際にはモデリングしたアセットっていうのを建物の形状に組む。こんな感じのジェネレーターになります。というのは、なんか、あれですよね、これのをパラメーター生成するってなると、ちょっとなんかそのパラメーター配置の設定だけですごい大変になっちゃうから、こういう、なんかそのディテール自体はモデリングしたい。でも、組むのはめんどくさいっていう、そういうわがままを両方叶えるツールとして作った。そんな感じの、あれですね。で、長所としては、どんな建物でも作っていけるような、そんな感じのイメージというのを持っています。といっても、こうアセットを作るのは結構大変なんですけど、そんな感じなんですけど、実際じゃあどうやって作るかっていうのはちょっと、ざっくり、一瞬ですけど、これでかくなっちゃうんですけど、こんな感じで、そうですね。ちょっと時間かかっちゃうんですけど、すいません。なんか、あれですよね、簡単にポリゴンで、ざっくり形を作ると、それに合わせて、建物の壁だとか天井だとかが、自動で、配置されてくれるという感じですよね。そうですね。だから、ざっくりした形状を作りさえすれば、こんな感じで、モデルが作れる。で、それによって背景制作っていうのを楽に作りたい。そんな感じのシステムになりますね。こんな感じですね。で、なんでかって、そうですよね。ごめんなさい。次のところで多分お話しすると思う。そうですね。なんでかって話なんですけど、漫画とか、私もちょっと、漫画にもちょっと手出したりしたんですけど、個人制作に対して同じような、個人制作でイラストとか漫画とかやる場合って、特に漫画だと同じような建物だけど、違う建物ってすごい大量に必要で、コピペ感ってすごい気になるじゃないですか。だからコピペ感がない、で同じようなもんでいいんだけど、コピペ感がないっていう、そういうのは大量に必要だなっていうのがあっ
って、ただそれをちょっと背景制作のためにその漫画家さんすごいと思うんですけど、命を縮めるような感じでこう書きまくるっていうのはちょっと私にできなくて、だから、個人制作でも、ちょっとその満足いく背景を作りたい、そんな感じのわがままっていうのが、あれですね、目的で、制作した、そんな感じのやり方になりますね。ちょっと、で、ちょっとおまけ的にはちょっと内部空間も作れるように設定して、そのこのおかげちょっとジェネレーター複雑になりすぎちゃったっていう反省はあるんですけど、こんな遊びもできる、そんな感じのジェネレーターになりますね。とりあえず、建物ジェネレーターっていうのはこんな感じですね。はい、ありがとうございます。はい。で、次、ちょっと、サクサクいきましょう。で、なんですけど、都市ジェネレーターっていうのを作って、で都市ジェネレーターってのはこんな感じですね。なんかこどういうものかっていうと、都市を作る。で、実際どんなツールかなんですけど、区形でない都市構造っていうのが、外部構造っていうのが作れるジェネレーターで、建物ジェネレーターって一個一個立てていくんですけど、これは全然都市を自動でボンって立ててしまうって感じの、状態ですね。これどういうものかって話なんですけど、こんな感じで、適当にパラメーターによって都市が自動的に生成される。そんな感じのものですね。これ今ちょっとパラメータいじって、都市の形を調整してる。そんな感じのことですね。で、かつ、ただ、それ本当にオブジェクトの手動編集っていうのができないと困るので、こんな感じで、手動編集で建物形状というのをある程度編集していける。そんな感じのツールですね。そんな感じになります。で、なんで作ったか、こういったものなんですけど、なんで作ったかって話なんですけど、ちょっとそもそも、その今、建物を作れるようにしたって話なんですけど、でも建物を作れるって言っても、なんかその、結構背景ってすごい広い領域が必要で、外区ってこういう建物のボックスを置いていくだけでもすっごい大変だなっていう印象があるので、ボックスを置いていくのを自動でやってくれっていうのがまず、あれですね、目的ですね。その次に、円形を作るっていうのがとにかく本当に大変なんで、だけど円形って実はそこまでクオリティいらないよなって、それは私のこだわりのなさのなんかなせる技かもしれないんですけど、だからすごいリアルにこの建物としてのなんだろう、なんか辻褄が合ってるかどうかよりも、なんかそれっぽいものが大量に並んでるって質があるから、それっぽいものを大量に並べるっていうのを楽にやりたい。それが動機ですね。例えば漫画ってすごい都市を舞台にするってすごい多いと思うんで、だけどこんなのいちいち書いてると、それだけでそのアシスタントさんを疲弊させるみたいなと思うんで、そういうのをできる限りそもそもアシスタント雇うのも大変っていうのもあるので、それはアニメとかで、ゲームとかでも一緒だと思うんですけど、そういうのをできる限り省力化したいっていうのが条件ですね。なんか、そうですね。ごめんなさい。その、ランダムに配置していくみたいなのだと、今までのそのブレンダーのパーティクル機能とかでもできるはできるんですけど、なんかそのビルとビルが重なっちゃったりとか、そうですよね。ぶつかっちゃったりとか、狙った形にできないとかがあったと思うんですけど、その辺をツールの、ジオメトリーこういう感じですね。解決していくんですね。なんか要するになんかすごい気になるんですよね。その建物が組み合わさってとなんか噛み合っちゃってるみたいなのって、干渉してるみたいな。干渉してるとか、あとはその近距離には絶対寄れないってあるじゃないですか、そういうのだと。だけどなんかそれ気にしないっていうのが多分正しい割り切り方だと思うんですけど、私はちょっとそういう割り切り方がすごい下手くそで、だったらなんかもうちょっと組み合わせていい感じにできねえかっていうのが、それで近景も一応作れる。ちょっと建物のディテール見るとおかしいんですけど、そんな感じとか、あとこれちょっとあれなんですけど、ちょっと一瞬見せるって感じなんですけど、建物ジェネレーターと組み合わせることで、一見そのメイン建物があったらそんなに後ろのなんかでいい加減さ気にならないよねみたいな感じで、こういう感じのこともできる。それがあれですね。そんな感じでちょっと円形、近景作れるようにしたい。それと、ちょっとこれ、この2つが多分メインだと思います。これはちょっと次はざっくり説明するんですけど、そうですね。次に楽しい建物パネリングツール。パネリングって何ぞやって話なんですけど、ちょっと実際じゃあ何を作ったかって話なんですけど、ちょっと調子に乗っていろいろツールを作りすぎてるっていう意味わからないことをやってるんですけど、こんな感じで SF 系の構造物っていうのを作れるツールっていうのを、作ってみました。で、ちょっとざっくりはこんな感じで2パターン出してるんですけど、じゃあ実際 SF 系構造物ってどんなのかっていうと、今までちょっと建築物をやってきたんですけど、SF 系構造物って通常の建物のように壁、床、屋根ってはっきりしてるわけじゃなくて、全部にディテールがめちゃくちゃ必要で、球体等とか斜めになってる面とか、そういうので歪んだパーツを配置したい、そんな場合もあって、でもこういうのを全部埋めていくって実はなんかすごい
なんかプロフェッショナルの仕事になってしまって、ちょっと自分でその気楽に手つけられるかっていうと、ちょっと手つけられないなってなっちゃうんで、こういうの気楽にやりたいなってことで、その簡単に使えるツールを作成します。こういうのって重点、面重点とか言うんですけど、面重点ツールっていうのは公式のティッシュツールってあって、ティッシュツールでめちゃくちゃ高性能ですごいツールなんですけど、でも一方でこういう用途にはちょっと使いにくいなってことで、簡単に使えるってことで、ジオメトリーノードでツールを作成したみたいな感じですね。そんな感じのツールっていうのを作ってたりしてます。で、あとは、じゃあ最後にちょっと、今までちょっと建造物系っていうのをやってきたんで、で、はい。最後にちょっと、ちょっとなんか、こう方向性が違う植物、楽しい植物ジェネレーターで、ついこの間発売したって感じのツールで、皆さんも、今まで紹介したものなんか売ってはいるんですけど、どんなツールかって感じなんですけど、こんな感じで植物っていうのを作るっていうのをやってます。植物もすごい実際作るってなると、なんかこう、スピードツリーとか、便利なソフトっていうのはもあるんですけど、実際でも、じゃあ、素人が簡単に手出せるかっていうとなかなか手出せないなっていうのがあって、作りました。あとこれちょっと、私の趣味によってる部分があるんですけど、植物学にのっとって生成することで、植物を理屈から生成していける、そんな感じの、ちょっと趣味的ツールですね、になってます。実際どうな感じかっていうと、パラメータで葉っぱの形とか葉の生え方とかコントロールすることで植物のパターンを作っていく。こんな感じでちょっと植物学にのっとった形成っていうのをやる。そんな感じのツールですね。でも実際じゃあ葉っぱのあれをどう変えていくかって話ですね。だから葉っぱと木全体の表示っていうのを調整できて、こんな感じで葉っぱの形っていうのを調整したりとかして、で、こんな感じに葉っぱをすると、全然違う植物になりますよねっていう、そんな感じのなんかあれですね、ツールですね。あとは、その葉っぱの形を調整するだけじゃなくて、木の形っていうのも、木っていうかその樹状構造の形っていうのも同様に、変形させられる。それでちょっとそれをした結果っていうのが、ここに載せてるんですけど、こんな感じで、植物、ちょっと私、実際、ツリージェネレーターってかなり、なんかいっぱいあって、ブレンダーの公式とかの公式ツールのアドオンとかにも入ってるんですけど、あれ、ちょっとなんかどうやって使うかは私分かんなくて、それだったらちょっと自分で分かりやすいもの作っちゃおうっていうのが一番こんな感じでちょっと木を伸ばしたり、そんな感じでできる。そんな感じでツールですかね。あとちょっと他にもちょっとご紹介用意したんですけど、時間も時間なんで、こんな感じのことってのをやってるっていうのが私の、まずジオメトリーノード作る制作者としての紹介になりますかね。ありがとうございます。なんかこう、パラメータをいじってこう木がパッパッパッと変わってったり、建物の配置が変わっていくっていう、それ自体が結構なんかジオメトリーノード見てて面白いなってすごい改めて思いました。ありがとうございます。ちょっとなんか、なんでしょうね。なんか私が楽しいこととして、なんか普通はすごい手がかかるというか、絶対に自動化できないと思うようなことってあると思うんですけど、こういう感じですね。なんですけど、こういうのっていうのも、実は法則性っていうのを見出せば、実は自動化できる。実はその法則性を見出していくっていうのは楽しいっていうのと、あとは、要するにこう繰り返し作業とね、こういうの実際作るってなると、本当にこう並べていく繰り返し作業がすごい大変っていう印象があって、そういうのを、でもこういうのって実は省力化できるんじゃないかっていうので、だから私すごい繰り返し作業っていうのが苦手で、同じことを2度やりたくないっていうタイプの人間なんで、そういうのをなんかこう、なんだろう、その部分をなんか気楽にできる。そんな感じのツールっていうのを考えた。そんな感じになりますね。そうですね。そんなとこですかねって感じですね。確かになんか建物も植物もこう、一見すごい複雑な構造をしてても、なんか分解していくと、なんか規則性があったりとか、その個々の一番細かい単位があったりとかして、そこからどうその大規模につなげていくかっていうところをジオメトリーノードで、行ってるってことですね。ありがとうございます。はい。そしたらですね、今大体、ヘロノジさんの、作ってるジェネレーターについてご紹介いただいたので、ちょっとここからはせっかくなので、実際にジオメトリーノードを使ってどんなふうにジェネレーターができていくのかというところを、ご紹介いただきたいと思います。今まで見せてきたジェネレーターってすっごい複雑に見えて、じゃあどうやって作るんだわかんないとは思うんですよね。なんですけど、ちょっと今のあれをそのまま作る
っていうのは難しいかもしれないけど、でも実際じゃあジオメトリーノードを作っていくって考えた時に、個々のことっていうのは、複雑でないとは言わないんですけど、ちょっと小さい単位に分解していくことで、一個ずつその機能っていうのを充足していく。それによってジオメトリーノードを作っていくっていう、その方法の一端っていうのをちょっと紹介したいということで、ちょっとやっていきたいと思います。それに合わせて、じゃあジオメトリーノードを作るにはどういった知識が必要なのかっていうのはあると思うんですけど、その知識っていうのもちょっと、だから、どの程度の知識を持って、で、どの程度の考え方をすれば、どんなものが作れてるのか、そういうのをちょっと一旦を紹介したいということで、ちょっと紹介していきたいと思います。はい。で、じゃあ実際、スタートの確認なんですけど、ちょっとこういう感じのオブジェクトで、建物原型になるメッシュっていうのと、壁のアセットになるメッシュっていうのは用意しています。で、じゃあ実際どうやって作っていくかなんですけど、先ほど解説した建物原型と壁アセットっていうのを用意したときに、壁を建物原型の形に組む。これがただ建物ジェネレーターの一番基本になる部分なんですけど、これの制作の紹介っていうのをまずやっていきたいと思います。はい。で、なんですけど、じゃあ実際これを作っていくって言ったときに、ただこれが一気にできるというわけでは、これは機能の一端なんですけど、これも一気にできるというわけじゃなくて、この機能っていうのを2つのシステムというふうに考えたいと思います。で、2つのシステムの1つ目っていうのは、壁、これは垂直の区形面でなければいけないんですけど、形状に合わせて壁のアセットっていうのを貼り込んでいく、そんなシステムが1つ。と、あと、原型面を、原型の面っていうのを、自分が設定したいモジュールスケールに合わせて、バリ付きに分解する。これ、必ずしも、ここだけでも建物ジェネレーター作れるんですけど、これをやることで、ちょっといろんな形の面があっても、なんとなく建物っぽく作る。そういうのをこの2つのシステムによって壁の原型を作る。そんなやり方。この2がないと、何ですか、2がないと、1をまず作れたとしても、例えば大きい建物を作ろうとしたときに、自分でこう面を割らなきゃいけないから大変だってことですよね。そうなんですよね。それで、かつ、しかも、ちょっとした面の、形状の、例えば、クワッドになってないとか、いちいち引っかかってくるとかあるので、そういうのも、この割り付けシステムによって楽にしたい。あと、すごい横長の建物とかあったときに、あれですよね。すごい横にビヨーンってなっちゃう。なっちゃったりとか、それをいちいち正しく調整していくっていうのはめんどくさいので、それをちょっと自動割り付けするシステムと考える。そんな感じになります。で、じゃあ実際どういうふうに、どんな知識が必要かっていう話なんですけど、ベクトル演算の基礎ですね。ここを卒業した方だったら、一度は見たことあるんじゃないかなと。ちょっとめんどくさいですけど、大体使うのはベクトル内積、ベクトル外積と2点を分するベクトルっていうのが、ベクトルの引き算になる。ちょっと2点の中点っていうのが、ベクトルの足し算の2分の1になる。そんな感じの式っていうのが、大体でも、数学苦手な人がうげってなってるかもしれないですけど、そんなに基礎ですね。ベクトル演算の基礎さえ理解しておけばなんとなくできる。そんな感じで思っていただければと思います。で、じゃあ次に、ノーマルなんですけど、ノーマルって言った時に、皆さんどの程度理解してるか、理解してる方は全然理解してると思うんですけど、裏表程度に理解してるかもしれないので、ちょっとそれについてはちょっと定義っていうのをちょっと確認しておきたいって感じですね。ノーマルっていうのは放線ベクトルのことで、ある面要素、メッシュの面とかイメージしてもらえばいいと思うんですけど、そこに対してその面に垂直で表向きなベクトル、そのベクトルがあって長さは1、それによってその裏表とか向きを定義している、そんな感じのあれになりますね。設定になります。で、じゃあ実際やっていきましょう。はい。では実際、まずはなんですけど、建物、その壁面オブジェクトを置いていきたいので、建物原型から壁面を抽出していく。そんな感じのプロセスをやっていきます。じゃあ実際どうやって抽出するかっていう話なんですけど、まずは、ノーマルノード。先ほどちょっと言葉で説明しましたノーマルノードっていうのを設定して、それと、ベクトル001、上向きのベクトルっていうのを内積を作成します。で、なぜ内積を作成するかっていう話なんですけど、それによって垂直な、部位を抽出できる。で、内積をどうやって出すかなんですけど、このベクトル演算ノードを用いて、ドットプロダクト、これは内積ですね、についてやっていきます。すみません、ちょっと言い忘れたんですけど、私ちょっとこのインターフェースを英語でやってます。なんでちょっと分かりにくい方は申し訳ないんですけど、でも実際この入力するときに、ジオメトリーノードやるんだったら、英語インターフェースの方が全然楽っていうのはちょっとちょっとそうですね。アポロジャイズしていく。海外のチュートリアルとか見たときに、やっぱりノードの対応とかもありますしね。そうですね。あと入力がすごい、入力に比較って書くのとコンペアのコムって書くので全然速度が違うっていうのもあると思います。
これ比較ノードですね。で、ドットプロダクトが、ドットプロダクトの内積が0の時っていうのを抽出して、でそれによって、ね、セパレートジオメトリーっていうノードによって、このブリアン条件に適合するノード、V っていうのを抽出する、そんな感じのプロセスをやってきます。各面に対してその内積を計算してあげて、そうですね。はい、ってことですね。そんな感じの方法になります。で、まずはこれによって、壁面などの垂直壁面というのを抽出できた。そんな感じになります。で、じゃあ実際何するかっていうと、先ほども出した図なんですけど、このアセット張り込んでいくシステムっていうのを作っていきます。で、ちょっと、これはどうでもいいな。これはちょっと、実際こうなってるってだけの話ですね。で、実際じゃあ、ジオメトリーノードを作ってきた際に、オブジェクトを置いていきたいって今その話しましたけど、オブジェクトの配置っていうのはインスタンスオンポイントっていうノードを使用します。これはもうあらゆる時に使うんで、これ覚えておいた方がいいかな。インスタンスオンポイントっていうのは、もうポイントっていうだけに指定した位置にオブジェクトを配置するんですけど、他のジオメトリーの頂点を取ってオブジェクトを配置するというシステムで、配置するインスタンスっていうのは回転とスケールっていうのを指定する。オブジェクトを置くときには大体指定するもので皆さん理解できやすいと思う。なんか僕もジオメトリーノードを使ってて9割ぐらいこのノードを使う気がします。そうですよね。これは本当に基礎中の基礎って感じですね。なんで感じで、とりあえず何はともあれアセットを配置していく。そんな感じですね。でこんな感じで、インスタンスオンポイント。で、外部オブジェクトを呼び出すときは、オブジェクトインフォっていうノードを使います。これによって、外部のオブジェクトをこのジオメトリーノードの中に呼び出す。で、実際こうやって設置したんですけど、何じゃこれやって話で、これ、先ほども言ったように頂点に配置されて、ただ頂点に配置するって全然この目的にそぐわないので、じゃあ実際どうするのかって話なんですけど、そこにはちょっとメッシュ2ポイントっていうノードを使用して、配置対象を今、頂点になっているのを面に変更していく。そんな感じのプロセスをやっていきます。ちょっとそれについては、紹介スライドを出すのをちょっとサボっちゃったんですけど。で実際メッシュ2ポイントと入れて、そのドメインをフェイスに変更。それによって、じゃあ実際どうなるかっていうと、面に対して配置され、向きとか全然直ってないんですけど、面に対してオブジェクトが配置されている。そんな感じの状態になります。ですね。で、そしたら、じゃあ実際、ここで配置できた。そしたら、次は向きを合わせていきたいって感じになりますね。で、向きを合わせていくんですけど、ちょっとこれまた複雑な話になるんですけど、じゃあ実際向きを合わせるのに何が必要かっていう話で、これ結構ちょっとはって感じになると思うんですけど、大事な話なんで、ちょっとこれは覚えていただければと思う。アトリビュートっていうものはジオメトリーノード、ジオメトリーノードに限らないんですけど、そのブレンダーにはありまして、アトリビュートって何なのかっていうと、メッシュの構成要素の各部位、例えば辺とか面とかですよね、に対して変数を与えることができる。変数を登録することができる。そんな感じのシステムになってて、アトリビュートってのを、ジオメトリーノード内設定したり呼び出したり、そんな感じのことってのができますね。で、これが実はジオメトリーノードにとってはすごい重要で、なんだけど、日本語訳だと属性ってなってて、属性って何やねんって感じで、難しいですよね。変数って考えた方がいいですね。変数を登録するっていう、そんなシステムだと考えてください。で、実際じゃあ壁アセットの向きを合わせていくのにどうするのかって話で、ノーマルをまずアトリビュートとして、メッシュに登録する。で実際なんで登録するかって話。こうやってアトリビュートキャプチャーフェイスって感じで登録するんですけど、すいません。ちょっと飛ばしちゃった。それで。そうですね。頂点がその各クラスのメンバーだとして、クラスの全員に名前だとか、性別だとか、そういう属性が与えられてる。頂点がクラスメイトだとすると、性別っていうのが、その女の子、男の子みたいな感じで属性として与えられる。そんな感じのイメージっていうのを持っていただければと思います。属性であり変数でもある。その女の子、男の子っていうのは変数の結果。そんな感じでイメージしてもらえればと思います。で、それで実際で、なんでこれノーマルを登録しなきゃいけないかっていうと、このメッシュ2ポイントが結構くせ者で、メッシュを、面をポイントに変換してしまっているので、ここでノーマルは消えてしまってるんですよね。なので、ノーマルをアトリビュートとしてここに登録しておく必要がある。そんな感じのイメージを持っていただければと思います。ちょっといきなり出てきたんで、ちょっと、はって感じだと思うんですけど、そんな感じですね。あれですね、変換する前に取り出しておくってことですよね、ノーマル。そうですね、変換する、ここで変換しちゃってるんで、この流れの中で、この前段階で
ノーマルを取り出して別に変数として取り出して改めて属性もなんかその新しい属性として登録して、そんな感じの操作をかける必要がある、そんな感じになりますね。でじゃあ実際このノーマルをどうやって使うのか、面の向きに合わせたいんですけど、このオブジェクトなんですけど、それで、インスタンスオンポイントのロテーションに入力する、そういう感じになります。ただしロテーションというのは結構くせ者であるということをちょっと認識して、ややこしいんですよね。そうなんですよね。でなんでそのくせ者かって話なんですけど、ノーマルって何かっていうと、デカルト座標系 XYZ 成分で表されているベクトルになります。なんですけど、入力できる値っていうのはロテーションオイラー座標系 X 軸回り Y 軸回り Z 軸回りの回転角で表す。これ全然別のものなので、これをそのまま入力するっていうのはできないんですよ。なんで、これを設定する必要がある。そんな感じですね。で実際じゃあどうするのかっていうと、それに対応するノードっていうのがある。そんな感じですね。でベクトルをローテーションに変換することも、ローテーションをベクトルに変換するのもできます。なんでこれを使ってやっていく。そんな感じですね。なんでこのわざわざこんなの出したかっていうと、このオイラー座標系って名前を知っておくと、こういうアラインオイラートゥベクターみたいな名前を理解できる。そんな感じで数学の知識、基本的な知識っていうのがあることがなんかこうベースとして結構役に立つ。そんな感じになりますかね。でじゃあ実際やっていきましょう。で、実際何をやるかというと、アラインオイラートゥベクターを用いて、ノーマルを回転に、この面の向きに、ノーマルの向きを回転に変換していく。そんな感じで操作になる。これじゃ若干がばってるんですけど、実際にはこれ X に合わせてください。これ X 方向の向きって感じですね。ちょっとこれ複雑なんですけど、ピボットは Z に合わせた状態で、これベクトルからローテーションって話します。で、そうしてそれでちょっと何が起こってるのかって感じだと思うんですけど、実際これをこういうふうにやってみると、ちゃんと向きが合うっていうのがちょっと分かると思います。こんな感じで、実はこの一連の操作で、面の向きにオブジェクトを合わせるっていうのができてしまう。そんな感じになりますね。ちょっとこの辺複雑になってくるんで難しいとは思うんですけど、結構あれですよね、その基礎的なチュートリアルとか見ると、割とこの辺はやってることが多い。そうですね。基本的に向きを合わせるっていうのに関しては、絶対にこれは必要になる操作というふうに考えた方がいいと思います。でじゃあ実際で、向きを合わせられたんですけど、じゃあ次はメッシュサイズをアセットに反映させたい。それによって埋めるっていう操作になります。でじゃあ実際メッシュサイズをアセットに反映させるための方法論なんですけど、まずは辺の長さっていうのを抽出しなければ、じゃあだと縦横みたいな感じで答えになっていかないってことで、それをやっていきたいと思います。でこのエッジパーティシズっていうノードによって、辺の頂点のインデックス番号とか辺を構成する頂点の座標っていうのを抽出する。でこの座標を抽出することで、そのベクトル演算によって辺の長さっていうのを知ることができる。それをちょっと実際やっていきます。あれですよね、原型オブジェクトのその辺の長さを取得して、それを使ってこの後サイズを変えていこうっていうことですね。そんな感じになります。でじゃあ実際その各辺の長さっていうのをキャプチャーアトリビュートを使って、エッジバーティシズとキャプチャーアトリビュートを使って登録していく。まずはエッジに登録する。そんな感じの操作をやっていきます。すみません、ちょっと一旦その言葉が止まってしまいます。はい、で実際この、演算というのをどうするかっていうと、ベクトル演算ノードによって、普通にベクトル引き算ですね。ベクトルの引き算ができるので、これによってまずはその2点間を結ぶベクトルっていうのを作成していきます。これサブトラクトです。操作が頑張ってます。まずはここまで行くんですけど、じゃあ実際この後どうするかって話で、ちょっと複雑になるんで、いきなり最初に聞いてもちょっと理解できないっていう人が大半ではないかと思うんですけど、実際じゃあどうするのかって話だと、今辺の長さを出してましたけど、それが実際面に対して辺の長さが登録されてなければいけない。要するに面の高さと幅っていうのを知るんですけど、それが面自体に登録されてなければいけない。そんな感じのイメージを持っていただければと思うんですけど、で面にその辺の長さを登録するのは何のこっちゃいって感じだと思うんですけど、で実際アトリビュートっていうのを設定したときに、面における X のあるアトリビュートの値っていうのが、面を構成する各頂点の値の平均、あるいは面を構成する各辺の値の平均、そんな感じの演算をします。で、ちょっと一体何言ってるのかちょっといきなり分かんなくなったって人は多いと思うんですけど、試しにちょっと考えていただきたいんですけど、頂点座標っていう
のを考えたときに、頂点座標が、頂点に対する値だとしたときに、じゃあこの面の座標ってどこなのって考えたときに、この4点の平均になる。そんな感じのイメージを持っていただければ、アトリビュートにおけるその平均、各そのドメインによって平均を出す、そんな感じの流れっていうのをちょっとイメージしていただければ、大体他のことにおいても同じ感じの演算をします。動画の途中ですが、ここで CG ワールドよりお知らせです。今月3月28日土曜日、29日日曜日の2日間、シリーズ第6回目となるブレンダーフェス 2026SS を開催します。モデリング、コンポジット、ジオメトリーノード、AI 活用など著名ブレンダーアーティストによるテクニックやワークフローを学べるセッションを全16セッションご用意しています。現在、早期割引チケットも販売中ですので、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。それでは引き続き、ブレンダーフェスセレクションをお楽しみください。で、じゃあ実際壁アセットのサイズっていうのをじゃあ合わせていく操作っていうのをやっていきましょうか。ここ本当に複雑になるんで、ちょっといきなりは理解できなくても問題ないです。ちょっと操作としてちょっと見ていただければと思います。で、まず何をするかなんですけど、まずここで、こういう感じですね。で、これ何かっていう話なんですけど、これ、マルチプライ、各要素を演算する。例えば A、B、C っていうベクトルと X、Y、Z っていうベクトルがあったときに、演算としては AX、BY、CZ っていうベクトルを出す。そんな感じの各要素を、掛け算していくっていうのがマルチプライノードっていう風になるんですけど、それによって何を出してるかっていう感じなんですけど、ちょっとここはちょっと先に進めたいと思います。で、ここに対してレングスっていうのをつないでいきます。で、これによって何を出してるかなんですけど、一旦ちょっと止めますね。ここ、110、001ってなってるんですけど、上側が、このエッジが、水平の時にエッジの長さを出すノードで、それが垂直の時は0が返ってくる。そんな感じの値になります。で、逆に下は垂直の時に長さが出てきて、水平の時には0が返ってくる。そんな感じの演算をしている。そんな感じのイメージを持っていただければと思います。で実際、だからこの値を、だから、各辺にまず登録していきます。ちょっとここは本当に複雑なんで、ちょっと理解、いきなりは理解できないかもしれないですね。で、こういう感じで演算すると。そしたらば、じゃあ、実際まずは各辺にその辺の長さの値を縦横に分けて、まずは各辺に登録っていう作業ができた。そんな感じになります。で、そしたらそれを面に登録していくわけですけど、面に登録するときに先ほど言ってた平均値が入る仕様っていうのを意識して、面に登録していきます。で、平均値って考えたときに、この4辺のうち、垂直になる辺っていうのが、区形のオンリーではあるんですけど、2辺。で、水平になる辺っていうのが2辺。だから半分っていう、平均値が入るときそれが半分になるっていうイメージでちょっと考えていただければと思います。なので、半分になるということは、元の値に戻すためには、これを 2をかけなければいけない。そんな感じですね。これで、で、これで、面の、すいません、一旦止めますけど、こっち側、その、11をかけた方が、この、すみません、こうなって、この値が、面の幅。で、下から来た値っていうのが面の高さ。だからそれぞれフェイスに登録された状態というふうに今なってます。すいません、これ本当に複雑な話なんで、なかなかいきなりちょっと理解できないかもしれないですけど。そうですね。その操作は結構複雑ですけど、やってることとしては、その面の、縦横の長さがこれによって取れたということですね。これによって取れた。実際取れてるかどうかっていうのは今後の操作でちゃんとはっきりすると思います。で、それをじゃあ実際そのスケールに合わせていく。そのオブジェクトのスケールにそれを合わせる。で、実際どうやって合わせるかなんですけど、こうですね。面幅を Y、高さを Z に合わせてるんですけど、これはちょっとこの壁アセットの仕様に合わせてます。壁アセットが、高さが Z 方向になって、この幅が Y 方向になってるの、そういうスケールっていう感じになってます。とりあえず X には1を入れてます。で、これを、スケールに入力してしまう。
ですね。でそうしたらもう形状として、形がはっきり合ってる、それによってここの演算が正しかったねとも分かるんですけど、そんな感じで、壁アセットのサイズを合わせるっていうのができた、そんな感じになりますね。で、実際ちょっとこれを使って動かしてみたりするんですけど、これで動かしてみることで、実際じゃあこの計算っていうのが合ってるなっていうのが分かると思います。はい。で、そんな感じで。はい、なんか辺の数と面の数ってやっぱ違うじゃないですか。はいはい。だからそれぞれの面に対して、辺の長さっていうのを登録してあげないと、そうですね。なんですかね、その後で、この一個一個のパーツを、スケールを、調整するときは面の上で行うので、そうですね。はい、面に対して辺の情報っていうのを登録するために、この前の操作があったっていう認識ですね。そうですね。だから、ちょっと複雑なのは、辺の情報が面に、辺の情報を面に登録しなければいけない。だから同じような方法で、実は頂点情報とかを面に登録する、各頂点の情報を面に登録するみたいなことも同じような方法でできたりします。これちょっと今やってるのは、ちょっとこの一連の操作というのをグループに登録します。でこんな感じで、実際まとまった作業ができたときにはグループに登録して、で一連の作業っていうのをそんなに中身が複雑に見えないようにする。そんな感じですね。X スケールっていうのは、これは奥行きを一番残ったスケールですけど、これは奥行きが外側で設定できるようにする。そんな感じの操作っていうのは。壁の厚さってことですね。それは壁の厚さですね。そんな感じです。で、じゃあ次なんですけど、実際じゃあ、ここはちょっと複雑になるんですけど、ここでとりあえず配置はできたってことで、モジュールスケールに合わせて面を割り付けしたい。その先ほど説明した内容なんですけど、それをやっていきたいと思います。では、ちょっと一旦先ほどのノードっていうのをちょっと、これは大した話じゃない。ちょっといじったりしてますけど、これはどうでもいいんで、すみません。すみません。これ飛ばせないわ。で、一旦は外しておくんですけど、でまず面割り付けどうやって行うかって話なんですけど、それについてはグリッドっていうメッシュ生成ノードっていうのを使います。なんですけど、こういう感じであれですね、割り付け数を自由に設定できるってことが、この、グリッドノードっていうのを使っていきます。ただし、このメッシュ生成系ノードってちょっと問題がありまして、そのまま今までみたいにサクッと使えるかって、今までサクッとしたかわかんないですけど、使えるかっていうとそうでもない。そんな感じですね。実際じゃあどうやってやるか。これちょっと必要な操作というよりは確認のためにやってるだけですね。で、実際、例えばこのサイズっていうのをこの入力値から設定したいってことがあると思うんですけど、それをじゃあ実際入力してみるというやってみます。適当に。すいません、ちょっと。操作が頑張って。で、これ赤くなっちゃうんですよ。で、この赤くなっちゃうって何かっていうと、エラーが起きてる証拠になります。で、実際メッシュ生成系のこういうノードっていうのは、メッシュに登録されたアトリビュートやメッシュから計算される値って通常ではちょっと入力値を受け取ってくれないって感じなので、このまま、実はこのグリッドに関しては、そのグリッドのサイズに関しては、あれなんですけど、こっちの頂点数っていうのを同様に受け取ってくれない。そんな感じになります。なので。使用上の問題ってことですかね。そうですね。これ使用上の問題ですね。ジオメトリーノードがこういう仕様になってるって感じです。なので、このまま入力していくっていうのは実はやりたいんですけど、そのままやってくれないので、ちょっと別、これ例えば本当にアトリビュートに入ってるだけで入力を拒んできます。だから、演算値とか全く関係なくてもあれなんで、だから、ちょっとこれをやるために、この面割り付けやるために、ちょっと新しいシステムが必要になります。ですね。じゃあ実際どうやってシステムを作っていくかって話なんですけど、do while 構文というか、繰り返し構文ですね。プログラミングをちょっとでも触ったことある人なら、誰しもやったことあると思うんですけど、こういう構文っていうのをハックしていく。そんな感じでやっていきたいとやっていく。そんな感じのイメージを持っていただければと思います。で、実際 do while 構文をハックする。どういうことかなんですけど、例えばこういう単純な操作、スザンドを回転させながらちょっと横にずらすっていう操作があったとして、ちょっとこれ今理解しなくてもいいです。これはちょっと例示のために挙げてるだけなので、再帰的に同じ操作をかけられるようなノードっていうのを組んでおいて、でその同一のノードを繰り返したい回数つないでおく。そんな操作をすることで、繰り返し操作っていうのをかけることができる。これ、私が考えたものではもちろんなくて、確かエリン・デールさんという有名なジオメトリーノを作ってる方が考えた方法論だと思うんですけど、こういうのをちょっと使っていく話になります。
で、実際じゃあ何をするかなんですけど、まず、まあ、ちょっとこれはあれですね、面を1枚ずつに分解していくノードっていうのを作っていきます。で、まあ、実際じゃあ、最初は、面を1枚ずつ抽出するってだけで何やってんのかって感じなんですけど、まあ、それがこの操作に必要になります。まあ、先ほどのそのエラーを回避する手段って感じですね。で、実際どうするかっていうと、まあ、デリートジオメトリーとさっきの比較ノードっていうのを使って出力にしてみます。まあ、そうすると1枚だけ面が1枚だけになったっていうのを見て取れると思います。まあ、こんな感じでID との比較値を変えることで、まあ、呼び出せる面っていうのが変わる。まあ、そんな感じ。まずはそこまで。そんな感じですね。としたら、まあ、ここまでいったら、そしたらどうするかっていう話なんですけど、面を、まあ、抽出した面と再び足し合わせていく。じゃあ、実際には何もしてないのと、この状態だと実際には何もしてないのと同じなんですけど、足し合わせていくっていう、その再帰的なノードっていうのを作っていきます。で、再帰的なノード、ちょっと複雑なんですけど、まあ、ちょっと、この操作っていうのは、まあ、ある程度この操作っていうのをちょっと、まあ、同じようにやることで、やっていく。まあ、で、実際どうするかなんですけど、まあ、こうやってインクリメント構文っていうふうにして、まあ、次のその差の繰り返しに行くときに、なんかその値、インクリメントの値を1足す、まあ、そんな感じの操作っていうのを、まあ、このノード内で仕掛けます。でそしたらどうするかなんですけど、まあ、ジオメトリーの入力と出力っていうのをまあ設定します。アウトプットとインプットって名前にしておきますね。で、なんですけど、まあ、そしたらその足し合わせていくっていう操作が必要になるので、アウトプットを、なんかこちらにも、その入力側には設定します。そしたら、足し合わせるために、ジョインジオメトリーっていうのを使って、アウトプットを前から来たやつと、出力するやつで足し合わせます。そしたら、インプットっていうノードも、まあ、こんな感じで、します。まあ、ここ何言ってるかって感じだとは本当は思うんですけど、これによって繰り返しの1単位っていうのは今できています。で、まあ、それを、まあ、この繰り返し単位っていうのをまあつなげていくっていうことをやってきます。で、じゃあ実際どうやインクリメントっていうのは今何回目の繰り返しをしてるよみたいな、そうですね。パラメータってことですね。そうですね。はい、まあ、だから、まあ、今、これ、インクリメント何を使ってるかっていうと、どの、面を抽出するかっていうのを、ここで出している。で、それを前のインクリメントと足し合わせる。実際にはこれ何もしてないので、この状態のままだと何もしてないノードなんですけど、一枚バラバラにした上でまた足すっていうよくわからない操作をしてます。で、これを、じゃあどうするかっていうと、まあ、つなげていく。ためにまずはこのノードっていうのを並べていく。まず左右に並べます。そしたらこれ、選択した状態にするんですけど、その状態で F を押すことで、まあ、こう勝手につないでいってくれるんです。まあ、で、F を押すことで勝手につながれるのは同じ順番で同じ名前のノードがつないでいくって感じなんです。まあ、こんな感じで FFF って押すだけで、だからこの一個一個つないでいかなくても前後につないでいける。まあ、そんな感じなんで、多分まあ、要するにそのインクリメント構文みたいなのをやるっていうのは、多分ジオメトリーノードの、まあ、その制作者側である程度意図した挙動なのかな。で、これ5枚分の面が抽出されてますね。5枚じゃ当然足りないので、ここから増やしていきます。まあ、これちょっと、実際、すみません。ちょっと飛ばすんじゃなかった。まあ、こんな感じで、すみません。無駄な時間を使ってしまった。これはもう面の数だけ複製するってことですか？そうですね。で実際だからこのノードがたくさんの面を必要とするって感じのあれだとすごいたくさん必要なんで、まあ、この辺がちょっとまあ、そもそも建物ジェネレーターの弱点でもあるんですけど、まあ、だから、まあでも、とはいえ繰り返し構文そのものっていうのはすごい、すごい使用頻度が高いので、まあ、ここでちょっとこの操作っていうのを覚えておく。まあ、あるいは、まあ、今使えるようにならなくても認識に入れておくっていうのはすごい重要だなって思います。例えば植物ジェネレーターとかでめっちゃこういう構文使ってますね。まあ、とりあえずこれで一枚一枚抽出して再び足し合わせたっていうあれになるんですけど、まあ、それだけじゃ意味ないので、このノードっていうのを、まあ、じゃあここの各面、この今配置した各面に対してグリッドを配置していく。まあ、そんな感じの操作をやっていきます。すいません。で、実際どうするかなんですけど、まあ、すいません。ちょっと前の方からちょっとデータ取ってきて、あんま意味ないんですけど。で、
実際どうするかというと、縦横の長さっていうのを設定したいってことでちょっとやっていきます。で、実際入力面用のサイズを計算するためには、バウンディングボックスっていうノードを使います。で、バウンディングボックスっていうノードなんですけど、はい。で、このバウンディングボックスを使うことで何がいいかっていうと、先ほどのエラーっていうのを回避できる。そんな感じになりますね。で、ちょっとすみません。なんかすごい微妙になっちゃってるんですけど、これによって今さっきコピペしてきたのは縦横の長さっていうのを、計算するためですね。実はここはいらないです。なんだっけ、キャプチャーアトリビュートの部分はいらないです。で、このレングスまでで縦横が計算されてるって感じですね。で、そこから面幅、高さっていうのをやっていきます。で、これをグリッドの入力値に設定できる。設定できるっていうのはちょっと、あれなんですけど。バウンディングボックスっていうのは、あるメッシュの、なんていうんですかね、それを囲む最小のキューブの、幅とかを出してくれるってことですよね。そうですね。で、なんで、グリッドに入力、先ほどまでやってたキャプチャーアトリビュートから入力された値とか、あと赤いノード、それは入力みたいな感じなんですけど、そこだとちょっと入力値にエラーが出ちゃうんですけど、だけどこのバウンディングボックスでは出力自体がベクトル値として、メッシュに関係ないベクトル値として出力されてるんで、実はこのグリッドに対してこの値であれば、この値とかここから計算された値っていうのを入力値に使える。アトリビュートを経由せずに、やるためにバウンディングボックスを使った。で、バウンディングボックスを使うために、一個一個の面に分けないと、幅が出せないから一回分けたってことですね。そうですね。ちょっとこの辺複雑になるんですけど、でもこういう何か起きた時にこういう回避手段を用意する。そんな感じのことっていうのは、結構よくあるパターンではあります。で、そしたら、じゃあ今できたメッシュっていうのを、先ほどとのそのオブジェクト配置していったのと同様な方法で、インスタンスオンポイント、メッシュトゥーポイント、キャプチャーアトリビュート、その辺の値、ほぼ先ほどやってた操作と変わらないです。その方法によって、配置していく。そんな感じの行為っていうのをやっていきます。で、これ実際つないで、で、それでちょっと複雑なんですけど、グリッドっていうのは上向きなんですけど、これとちょっと仕様っていうのは合わせておきたいと思う。というのはちょっとなんか、あれがなんだっけ、アラインオイライトベクターがあんまりなぜか Z 向きだとなぜかあんまり変な動きになってしまうんで、ちょっと X 方向に向ける、先ほどと仕様を合わせておくことで、その辺のなんかよくわからない挙動っていうのを回避したい。本当はよくわからないんじゃなくて数学的な定義があると思うんですけど、それちょっと混乱するので、そんな感じでやっていきたいと思います。で、これ実際これでつないでみると、全部が X 方向を向いた面として配置されているというのが分かります。なので、先ほどのアラインオイライトベクターでノーマルと向き合わせた方法と同じ方法を使います。で、それによって、これまた間違えてますね。この辺はあれですね、さっきやった操作と大体同じ。ほぼ同じです。で、それによって合わさったっていうのは見て取れると思います。で、向きは合わさりました。なんですけど、実際、これで、なんですけど、まだ面割り付けの枚数っていうのが合ってない。これ全部2×2 で入ってるので、面割り付けの枚数っていうのも、先ほどの演算値と同じような感じで計算して入力していく。ここですね。だからバーティシズの値によって設定していきます。じゃあ実際分割数っていうのを設定していくんですけど、分割数をどうやって設定するかって話ですね。なんですけど、ちょっと操作が頑張ってんだよな。で、何するかというと、対象となるベクトル、モジュールの標準サイズをベクトルで指定して、これを、それぞれ、分割数に変換していくという操作をやっていきます。で、実際どうするかなんですけど、時間がかかる。こんな感じで、面幅をこの、モジュールサイズの Y で割って、面高さを Z で割って、ラウンドっていうその関数を使います。で、ラウンドっていう関数を使って、で、最も近い整数を出す。それによって大体モジュールサイズに対して割るっていう操作をやるんですけど、なんですけど、例えばこれが0になってしまったらまずいので、最小値を1とする。そんな感じの演算っていうのをまずやっていきます。
切り捨て的なことですかね。そうですね。まあだから、例えば本当に0以下になってしまうっていうのはあるんですけど、実際それが、そうなってしまうと、そこだけ面が配置されないってなっちゃうんで、それは困るんで、最小値は1になる。そんな感じの設定をまずします。で、これが、マクで、複雑なんですけど、最小値を1にしたいとき、マキシマムを取るっていう、なんか、歯みたいな感じの設定になるんですけど。あれですよね、値と1とどっちが大きいかで、どっちが大きいかでかい方を出力してくれってことですよね。そうですね。はい、なんで、でも実際ちょっとつないでみるんですけど、なんとなく正しそうですけど、これはちょっと間違いなんです。というのはなぜかっていう話なんですけど、これちょっと今、ちょっと確認するためにちょっと面幅をめっちゃ下げてみます。そうすると、ここ一本線になっちゃってますね。なんでかっていう話なんですけど、これ、メッシュっていうのは、あれの時に3になってるんです。ここ3になってるんですけど、ここ3の時に、バーティシズの値っていうのは分割数プラス1っていう、なんでこんな値にしたって感じなんですけど。頂点数になっちゃってるってことですね。そう、頂点数になっちゃう。頂点数は分割数のプラス1なので、それを足して仕上げる。そんな感じの操作をやってきます。で、それを実際やった結果っていうのが、こんな感じです。で、ちょっと実際正しいかどうかってパッと見で分かんないと思うんですけど、実際これ正しくなってます。これはなんで、まずこれでいいと。なんですけど、これまだ各フェースが、各グリッドがインスタンスとして配置されているので、このままだと面として認識できていないので、インスタンスを実体化するっていう操作を行います。で、インスタンス実体化っていうのはどういうふうにするかなんですけど、リアライズインスタンスのままですね。リアライズインスタンスっていうのがありまして、それによってメッシュ化できる。そんな感じの操作を行います。で、これによって一応面割り付けという操作自体はこれでできた。そんな感じになります。で、そしたら、そしたらモジュール試しにちょっと、すみません、なんか変な操作してるんですけど、モジュールを試しに変更してみて、それで実際モジュールに合わせてあれが動いてるかっていうのをちょっと見てみます。例えばセパレート XYZ に入っているこの今入っているベクトル111っていうのはもともと作った最小単位のモジュールのモデルの大きさってことですかね。そうですね。そういう認識にしていただいているかもしれません。で、それを、でもここで入力するってちょっと不便なので、外側から入力できるようにしたいですよねってことで、外側から入力できるように、今ちょっと操作を、再帰的操作っていうのにちょっと付け加えていきます。で、これを追加した入力出力を前後につないでいかなければこれができないので、先ほどと同じ操作でちょっと飛ばして取ってるんで、ちょっとパッと見わかんないかもしれないんですけど、前後に全部つながっていれば、その値っていうのは最初に一番前の入力につながっている。そんな感じになりますね。で、ここで、値を入れてみると、一番上はちょっと X なんで全然操作に関係ないんですけど、こんな感じで、面割り付けがこのモジュールによってできる。そんな感じのイメージを持っていただければと思います。で、実際これで挙動を確認してできるってことが分かったので、まずはこれを、できていると。で、それを、アセット、この面割り付きグループノードの後に壁アセット配置ノードっていうのを設定します。で、それによってできているかっていうと、できている感があります。そんな感じです。で、実際じゃあどうするこれでもう大体いいんですけど、一つのベクトルから奥行きとモジュールのスケールっていうのを両方入力できるようにしておきたいので、ちょっとした操作をかます。これはそんな本質的操作ではないんですけど、グリッドスケールはそのまま入力していいんですけど、ですね、この X スケール、奥行きを入力するのはここだったので、これによって出力します。で、これによって奥行きも高さ、幅っていうのもこの一つのベクトルから入力できるようになる。そんな感じっていうのが、その一つのまとめ。で、実際動かしてみるんですけど、そしたらちょっと面数足りなかったので、面数足してみたいなことやってますけど。これは繰り返し操作のこれが少なかったですね。そうですね。この繰り返し操作が結構枚数必要。意外とこれ結構枚数必要なんで、ここは本当に弱点なんですよね。それはあるんですけど。でも、本質的にどういう操作をしているのかってそんな感じで認識していただければと思います。そんな感じですね。
で、まあちょっと最後にちょっと、で、今、壁しかないので、ちょっと、あれですね、セパレートジオメトリー除外した上の面、下の面っていうのがあるんですけど、それをジョインジオメトリーで足しておきたいんですけど、今ちょっとセレクションの方を足しちゃってるんで意味ないことを今やってるんですけど、本来はこっちの今最初に除外した面を足すっていうのをやります。今ちょっとなんかおかしいなって画面の映像で思ってる最中ですね。そしたらインバートの方。ここで、壁面を抽出してるので、壁面以外のこっち側になってるので、これを足し合わせて、そんなイメージっていうふうに思っていただければと思います。で、ほぼ完成なんですけど、若干もう一つだけあるので、ちょっと先に進みたいと思います。で、もう一つだけ。で、実際、じゃあ何があれかっていう話なんですけど、こうやってクワッドフェイスじゃないというか、なんか微妙な面っていうのをちょっと作ってみます。で、そうしたときに上下にずれてますよね。で、これなんでなのかっていう話なんですけど、これちょっと今、見ていただければと思うんですけど、これ5点ありますよね。で、今、先ほどポジション、面の座標ってこれの平均って言ったじゃないですか。で、この5点の平均って実はこのフェイスの中心ではなくちょっと上にずれてるんです。で、こっちは下にずれてます。で、それによって、フェイスの中心に今オブジェクトを置くってなってるので、それがバウンディングボックスの中心でないということで、上下にずれてって感じになってますね。なんで、バウンディングボックスを中心にする必要があると。で、実際どこでずれてるかってその前に確認してます。で、これ、ビューアーっていうので、このビューアーも結構便利なんで覚えておくといいんですけど、途中段階っていうのはどうなってるかっていうのをビューアーによって確認できるって感じですね。これは作業上でなんですけど、で、実際だからこのバウンディングボックスの中心座標っていうのを出す必要がある。だから先ほど言ってたベクトル演算の基本っていうのを全部使ってる感じですね。あれは使ってないか。外積は今使ってないんですけど。で、じゃあ実際これで、バウンディングボックスの中心座標っていうのがこの演算で出た。こんな感じになりますね。で、だからそれを、その位置に、メッシュを移動させたいって感じになりますね。なんで、これはどうするかっていうと、セットポジションを使って座標位置をずらす。これ1枚ずつ抽出してるからこそできる技ですね。こんな感じで、位置にありました。で、実際だからこの5点になってたりとか、あとは、位置をさらにずらすためにやっても、その6点にしても、なんか別にずれてない。そんな感じの確認ができると。で、とりあえずそれで、ちょっとすいません、ちょっとすごい駆け足になっちゃったんですけど、完成ですね。だからそれ壁面っていうのをちょっと設定できる。そんな感じになると思います。で、ちょっと一旦共有停止しますね。で、それでちょっと、実際じゃあどういうあれかっていう話なんですけど、すいません、ちょっと、わたわたしちゃう。だからこれを、すいません、ズームで、ちょっと一旦だからこの辺ちょっとあれの時には切ってくださいね。で、これ実際これを共有ってやった時に、これですね。こんな感じで。こんな感じですね。こんな感じの建物壁面っていうのを勝手に入力してくれる、そんな便利なものっていうのが今の操作でもできる。そんな感じになります。はい。で、だからこの幅とかは結構一番近い整数値っていうのを与えるのでちょっと若干ずれてしまうんですけど、逆にずれてしまってもある程度の値で合わせてくれる、そんな感じのツールっていうのができる、そんな感じになりますね。なんか結構最終的にノードをやっぱ見ると複雑で難しい印象があるんですけど、なんかこうやって作ってる段階を見ていくと、なんか課題に対して毎回解決するためにどういうノードを追加していけばいいかとか、そういう一つ一つの問題解決になってるんだなっていう感じがやっぱりすごくしましたね。そうですね。だから、本当にじゃあ実際この結果、ここまでいっちゃうともう複雑で分かんないってなっちゃうかもしれないんですけど、一個一個の問題設定っていうのは結構数学的に、なんか、ある程度数学的に解釈できる問題っていうのを一個一個解いていって、それによって、実際今作られたものっていうのも結構複雑なんですけど、その複雑な複雑だったりとか、あと操作としては結構複雑なんですけど、そういうのも、その一個一個の課題を解決していくことで、できていく。で、その課題の、
を解決していくための材料として、今、ベクトル演算の基礎とかやりましたけど、そういったような基礎的なことと、あとはちょっとトンチですよね。先ほどのなんかあれ、例えばあれですね、do while 構文ハックみたいなのって、結構トンチ的なところあると思うんですけど、あとはトンチと言いつつはこれサクッとやってるようですけど、実際には結構試行錯誤で、これどうなってんのっていうのを気になった時に、気になったできないって言って諦めないで、どうやるかっていう迂回方法を探すっていう、そんな操作を繰り返すことによって、複雑なものっていうのも結構できていく、そんな感じのイメージでジオメトリーノードって作っていく、そんな感じで、ジオメトリーノードを作っていくためには一体どんな知識とか、どんなそのやり方っていうのが必要なのかっていうのを説明に変えられればなと思います。はい、ありがとうございます。なんかあれですね、今の今完成した壁割り付けと配置の、さらに先にじゃあ進んでいこうとすると、今度はその壁と壁の90度になってるつなぎ目のところどうしようとか、天井じゃあどうしようとか、屋根どうしようとか、そういうのが、だからそうですね。すみません、これちょっと違う。これ違う。これ、すいません、ちょっとバタバタしちゃう。こっちか。そういうのを解決していった先に何があるかっていう話なんですけど、あれすいません、ちょっと。はい、大丈夫です。一旦ちょっとあれしてしまってる。すみません、ちょっと今あれを出そうと思ったんですけど、ジェネレーターの方のノードを出そうと思ったんですけど、そうですね、この先に建物ジェネレーター、今やったのは建物ジェネレーターの方法論なんで、建物ジェネレーターっていうのがある。そんな感じですね。だからその他の都市ジェネレーターとか、あと植物ジェネレーターっていうのもちょっと問題のアプローチは違うんですけど、同じような感じで、基本的には同じような感じで一個一個その問題っていうのを数学的にちょっと分解していって、一個一個解決していく。そんなプロセスによって、ジオメトリーノード。例えばジオメトリーノードじゃなくて、例えばフーディニーとかも同じような方法論でやっていくっていうのを、認識できるかなと思います。それであれですね、ジオメトリーノードはすごいな、私は自身がそうなんですけど、ジオメトリーノードがすごいなって思うのは、こういうプロシージャル生成って今まではその個人のレベルっていうのではできない問題だったと思うんですけど、そういうのを、あれですね、個人のレベルでも挑戦していけるし、あるいは例えばそのフーディに、例えばですね、アンリアルエンジンとかユニティとかつながっていくそのプロシージャル生成っていうの基礎っていうのを、こういう感じで、個人のレベルあるいは学生さんのレベルとかで、学生さんあとは個人制作者ですね、個人制作者のレベルで挑戦していけたりとか、あるいは私みたいにその技術自体を、その個人向けに販売、販売とか、あと個人制作においてそういうのを使っていく、そういうことができるっていうのがジオメトリーノードすごいとこだなって私は思っています。はい、ありがとうございました。結構難しい内容だったとは思うんですけど、はい、でもなんですかね、ジオメトリーノードのやっぱり基礎的な考え方というか、これをやるために、こういうふうに分解して、じゃあやってったらこういう課題出てきたから、こうやって解決しようみたいなところがすごい感じられた構図だったので、視聴者の皆さんにもその辺を、味わっていただけてたら、すごく、いい講座になってるんじゃないかと思います。ちょっと複雑ではあると思うんですけど、実際この今やった方法を使っていただければ、同じものができますし、じゃあ実際自分がどうしたいのかって考えたときに、一個一個課題を解決していくって、そういう方法論みたいなのを身につければ、結局そうですね、学生さんとか、本当に高校レベルの数学っていうのを認識していれば、もうある程度本当にできてしまう。そんな感じのとこっていうのがあるので、その辺がジオメトリーノードというか、そのプロシージャル生成の面白さではないかなと思っています。そうですね。はい。数学がすごい、こうやって役に立つんだっていうのを。そうですね。私、例えばよく言うじゃないですか。三角関数とかなんて何の役にも、人生、社会に出たら何の役にも立たないんだってよく、慣用句みたいに言いますけど、全然そんなことはないんだよなっていう、そんなこともちょっと含めて、認識していただければと思います。で、実際そうですね。そんなにかといって、じゃあ高校レベルのことしか分かってなかったら何もできないじゃないかってことは決してないんだと。そうですね。高校レベルのことさえ理解していれば結構世界が広がる。そんな感じのことを認識していただければと思います。はい。ですかね。ありがとうございました。ということで、こちらのセッションは、以上になります。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。